はい、どうもどうも。今回は普段とね、ちょっと趣向を変えて、エピソードトークじゃないですけど、ちょっと体験談みたいなね、話をしたいと思います。で、私、このチャンネル見てもらってる方はわかると思うんですけど、腕時計好きで、現行の新品ももちろん買うんですけれど、ヴィンテージ、アンティークって言われるようなね、ものも買います。で、まだあんまり、動画ではね、出してないけれども、海外のなんか面白そうな腕時計も手に入れて喜んだりもしてます。で、そういうのをね、買うときには、お店で買うときもありますし、あとネットでヤフオクとかメルカリで買ったりもします。それから、ほとんど最近行かなくなってるんですけど、やってないんでね、飲みの市に行ったりして楽しんだりもしてます。で、その中で、ね、なんだこのモデル面白いな、かっこいいな、手に入れて楽しいな、嬉しいなっていうものだけじゃなくて、やっぱり、なんでこれ買ったんやろみたいなものもね、やっぱ中にはあるんですよね。なんでこんなん買ったんやろっていう中から、私が持ってる中から3つね、ちょっと体験談を交えて、その時計について話をしたいと思います。まず1つ目は、この時計です。リコーのワールドタイム。ワールドタイマー、オートマチックってね、文字盤には書かれてますね。この時計です。まず最初に言うと、これは、本物じゃありません。偽物です。で、なぜね、これ私持ってるかっていうと、今でもね、ヤフオクとかメルカリとか見てもらったら、この腕時計出てると思います。全部ね、偽物です。おそらく。ほぼ間違いないと思いますけど。今はね、結構ね、何個も出てるんですけど、私がこれ買った時、だいぶ前で、出てる数もね、そんな多くなかったんですよね。情報が少ない腕時計だったんですけど、その時やってたブログ、今はちょっと閉鎖しちゃいましたけど、アンティークの腕時計とかね、結構いろいろ紹介してる、めちゃめちゃ詳しい人のブログがあって、そこでも紹介されたりとか、あと、アンティークウォッチの専門店で、取り扱ってるところがね、ネットで検索したら出てきたんで、だから、これ本物ちゃうかなと思ってね、手に入れたんですよね。いや、もう怪しいなっていうのはね、思ってたんですけど、いや、万が一があるしなっていう、数が何個も何個も出てきたら、いや、もうこれ絶対偽物やろみたいな思うかもしれないんですけど、1個とかね、それしか出てなかったら、雰囲気にやられてしまって、いや、万が一本物やったらこれ買いやしなっていう気持ちでね、これ買ったんですよ。で、この時計をね、買って、最初にね、びっくりしたのが、この時計、ヤフオクで買ったのかな。で、値段はね、いくらやったかな ?3 万5千から4万円の間ぐらい。結構ね、そこそこいい値段して買ったんですよね。で、届いて、家に荷物届きました。その時にいきなりね、びっくりしたんですよ。ヤフオクとかで何でもそうですけど、ネットショッピングで買ったら段ボールに入って届きますよね。これね、お菓子の箱に入って届いたんですよ。段ボールみたいな、あんな厚いやつじゃなくて、お菓子の箱って、ちょっと厚いけど厚紙みたいなやつに入ってますよね。そのお菓子の箱にね、新聞紙を敷き詰めて、その中にビニール袋にバッとこれが入って、届いたんですよ。ガムテープを巻かれて。で、その時点で、いや、これ、やばいなって、普通思いますよね。やばいの届いたなと思って。3万円とか4万円するものをね、お菓子の箱に入れて送ったりして、柔らかいから潰れたりして、後でね、なんか文句言われてもややしいっていうので、普通はちゃんとしたものにそういう入れるんですけど、お菓子の箱に入ってくるってことは、相手にとってはね、もうその程度のもう価値しかないものっていうことがね、なんとなく伝わってきて、それで、いや、これやばいなと思ったんですよね。で、とりあえずでも開けて、中見てみようと思って、こう出てきて、写真で見た通りではあるなと思いながら、こう眺めてて。で、それで、もう一回ね、うわ、やっば、これもう 100% やばいやんみたいなのがあったのが、風防のところに保護シールが貼ってたんですよね、これ。で、その保護シールを剥がそうとした時にもう一個ね、事件が起こるんですよ。ちょっと試しにね、養生テープなんですけど、これ貼って、ちょっとこう剥がしてみましょうか。はい、取れました。いや、これね。いや、こんなん絶対ないやん、もう、これは。
わーって思ってね、これ絶対偽物やろうと思って、勉強代高かったなと思いながら。で、それでやっぱり勉強代高くついたなと思いつつも、やっぱちょっと腹立ってきますよね、こういうのって。うわ、なんなんこれ、偽物なら偽物ってちゃんと書いて売れやってね、思ったわけで、ヤフオクでね、届いた後評価しますけど、それで、非常に悪い。もう相手評価したんですよね。返品とかも考えたりしたんですけど、やっぱりこういうの売ってる人なんでね、あんまりこっちも信用してなくて、なんかそんな返品とかになってごたごたなるよりは、まあもうもったいないけど勉強代っていうことでね、払ってもう静かに日常生活を送りたいなと思ったんで、揉めないようにね、したんですよね。そしたら、もうそんな一日も経たないうちに、非常に悪いってつけた相手のアカウントからメッセージが来たんですよ。で、その内容は何かって言ったら、いや、何かあったんですかみたいな。なんで非常に悪いなんてつけてるんですかみたいな感じで送ってきて、いやいや、こういう理由でこれ完全に偽物ですよねって言って、ネットでまあ調べたら、まあ 100% 確実な情報じゃないけど、1990年代になんか香港の方で大量にこれ作られた偽物ですよねって言って、本物だったら、ここの辺りに、まあちょっと忘れちゃいましたけど、こういう文字が本当は入ってるはずなんですよ。私が調べた限り。これ入ってないですよねって言ったんですよ。で、向こうも、みたいな、ちょっと曖昧な返事が返ってきて。まあ私、養生テープ剥がして取れたみたいな話。これ、だって、普通だったらくっついてるんで、こんな綺麗な剥がれ方もしないし、風貌の形的に縁があって抑えられてるような形状でもないんで、まあ、こんな外れ方する時点でね、まあこれ偽物でしょうって言ったんですよ。そしたらまあさすがに向こうももう言い逃れできないなっていうことがまあ分かって、分かりました。じゃあ返品受けますみたいな感じで帰ってきたんですよね。でも、どうやろう。返品しようかなと私最初思ったんですけど、こっちがね、返品しますって言ってこっちが送って向こうも返金しましたと。その後ね、向こうが例えばなんか返品してもらってるはずなのに送られてこないんですけどみたいな感じで、なんか揉め事に発展したらめんどくさいなと思って、こういう偽物売るような人なんでそれぐらいのことするかなと思ってまあだからできる限り被害が少なくしたいだけで、まあこっちが返送とかしてさらなる揉め事に発展させたくないっていうまあ気持ちはあったんですよね。で、それで、まあちょっと妥協案じゃないけど、まあ3万5千円ぐらい払ったうちのいくらかお金を振り込みで返してもらって、物は動かさない。これ自体はもう返さないよって言って。で、それで水に流しましょうっていうことにしようかなと私思ったんですよ。メッセージで、3万5千円、いくら返してもらったらまあいいかな、勉強代、まあ1万円ぐらいはもう勉強代と思って払って諦めるかなと思って、で、それで、まあ3万5千円のうち、2万円かな ?2 万円は返してくださいよって言って、さすがにひどいですよって、こんなん使えないですしね。そういうメッセージを送ったんですよ。2万円返してくださいって言ったら。そしたら、向こうの人は2つ返事で、はい、わかりましたって言って、うわ、クソやられたと思って、2万円じゃなくて2万5千円とかにしとけばよかったと。いや、もう、普通に3万円でもいけたんじゃないんかなと思ってね。うわ、なんで、もうちょっと最初ふっかけた値段にせんかったんやろうなと思って、まあちょっと後悔しましたけど、まあそれで、そのやり取りをした翌日かな。まあ確かに銀行振込でお金3万5千円払ったうちの2万円返してもらって、まあまあ一応ね、まあ私の気持ちの中では水に流して、でまあ結局ね、これも家に届いて、まあベルトこれ変えてるんですけど、家の外につけて出たこともないですし、使わないんですけど、一応自分の戒めのためにね、こう保管はしてますね。まあちょっとそういう痛い目見た時計ですね。次に2つ目はこの時計です。これは偽物じゃなくて本物です。ティソの5年以上前に出たヘリテージ、ナビゲーターっていうね、腕時計のモデルです。で、これなぜこれ失敗したかっていうと、これね、買うときに、ちょっとまあその時お金があったのかな。臨時収入があったのかわかんないけど、なんかその見た時にね、結構これ好きなデザインやなとは思ってたんですよね。で、オリジナルがあって、それの復刻で出て、で、その時にちゃんとね、あんまり調べてなくて、オリジナルがこれ36ミリらしいんですけど、復刻のケース計40ミリやと勘違いしてたんですよね。まあ変に記憶力にちょっと自信が
あったのかわかんないけど、調べ直さずにもう40ミリや40ミリやっていうもう意識で覚えてたんですよ。で、実際ね、お店に行って見たことなかったんですけど、もう好きなデザインだからもう欲しいなって思ってたんですよね。で、それでなんかその臨時収入が入った時に、せっかくやし買おうって言って買ったんですよ。届いた時にまずびっくりしたのが、これ40ミリやと思ってたら、これ43ミリあるんですよ。めちゃめちゃでかいんですよ。腕にね、こうつけて見てもらうとわかると思うんですけど、これ見てください。めっちゃでかいでしょ。何これっていうサイズなんですよ。もうこれはさすがにやばいなと。これ結構緩めに今締めてますけど、もうちょっとこうキュッてやると、これ見てください。革ベルトがまっすぐ縦になっちゃうぐらい、それぐらいでかいんですよ。私手首17センチ手首周りありますけど、それでこれなんですよ。だからめちゃめちゃでかい腕時計だったんですよね。で、40ミリならまだいけるかなと思ったんですけど、これ43ミリなんで、いやこれさすがにちょっとつけれないなと思って、デザインはめちゃめちゃ好きでつけたかったんですけど、もうこのなんていうんかな、こうギュッとしたデザインででかいってめちゃめちゃダサいじゃないですか。なんかこう仮面ライダーのベルトの真ん中にあるぐるぐる回るやつみたいなね、やつでなんかおもちゃみたいな感じで、なんか一切高級感とかなく、もう本当にね、これが小さいサイズだとどれだけ雰囲気あってよかったか。理想を言えばね、今写真で出してるようなこういう感じで本当はつけたかったし、つけるイメージだったんですよね。もう理想はこういう感じですよ。やっぱり腕にバーンとあって、でそこにシュッてこうスマートに入ってて、この感じめっちゃかっこいいなと思うんですけど、現実はこれですよ。これもだから結局勢いでポチっちゃって届いたんですけど、結局一回もね外につけて出てないですね、これも。それで3つ目がこのユニバーサルジュネーブの薄型手巻きの腕時計です。ユニバーサルジュネーブのこういうデザインのものって、こっちは手巻きですけど、マイクロローターが使われた自動巻きの、シリーズなんかは、ホワイトシャドウとかを含めてね、有名なモデルになってます。で、デザインテイストはね、すごい似てて、違うのは文字盤が、これはタイガーアイって言われるような、石が使われてるものですね。で、これもなんかネットでね、確か買ってるんですよ。見た人はね、こう思うかもしれない。これどこで使うんっていうね。もう私、届いた瞬間思いましたからね。これ買ったはいいけど、届いた瞬間、これどこで使うんやろうって思って。うん。注文した時何を思ってこれ買ったんやろうと思ってね、届いた時に。タキシード着て社交界に行くようなこともないし。で、これしかも、こう、そういう社交界に行くような人の中でも、どっちかって言ったらもうこなれてきて、そういう社交界に。こう社交界の中で個性出そうみたいな、ちょっと上級のおしゃれアイテムになってるんじゃないかなと思うんですよね。ただでさえそういう場に行かないのに、その中でも上級者がつけるようなデザインのものをね、ちょっと手に入れてしまって、これはね、本当にこれ買おうと思った時のネットでポチってしまったもう自分がね、多分正気じゃなかったような気がしますね。本当に頭おかしかったんかなってね、思うぐらいこれは届いて、いやなんでこれ買ったんやろうなってね思いましたね。で、時間が経って後からなんでこんなん買ったんやろって思うならまだわかるんですよね。これ届いた瞬間なんでこんなん買ったんやろって思いましたからね。他の今日紹介した3つもね全部そうなんですよね。もう届いた瞬間なんでこんなん買ったんやろって最初から買うなよっていう話なんですけど、今日はいろいろサイズがおかしかったり偽物だったり、こういう派手すぎてつけれないモデルだったりっていうのもあるんですけど、勉強代ってねいろいろ言われますけど、勉強代なんて払わないに越したことはないわけで、それでもねやっぱりこう正気を失ったりとか不注意になったりとかしてね、こういう腕時計私買っちゃってます。でこういう話もね失敗談なんですけどね、自分のやらかしを人に話すみたいな形でちょっと恥ずかしい部分もあるんですけど、こういうこともあるんやなと。で偉そうに喋ってる人間でもこういうことやってるぞっていうのをね聞いてもらって、皆さんにね安心してもらえたらなと思います。それではねまた
次もね動画作っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。それではまた次の動画で。